こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第15弾。前回屋根に貼ったガルバリウムですが、角の部分が気になったので保護することにしました。ラティス用の固定金具がちょうど良さそうだったので、ガードとして取り付けます。天井を固定していたビスを外し、コーキング剤をたっぷり塗ってから金具を取り付けます。金具の固定にはパッキン付きビスを使用しました。この金具で屋根に上がった時の怪我のリスクを減らせたと思います。続いて窓とドアを作っていきます。窓は前回作成した天窓の他に、前面のフィックス窓と側面の跳ね上げ窓の計4枚になります。天窓と同じく 30mm×40mm 材を45度カットして窓枠を切り出していきます。まずは前面の窓。運転席からシェル内を覗ける窓になります。続いて側面の窓。左右同じサイズなので2セット切り出します。そこにトリマーで窓をはめる幅 3mm の溝を掘っていきます。ビットが細く1回で深く掘れないので2回に分けて掘っていきます。窓枠の塗装はおなじみの柿渋を使います。窓材として天窓と側面はアクリルを使用しましたが、前面はポリ塩化ビニールを使用します。前面窓は直射日光も少なく、以前テーブル保護で使用した余りがあったので有効活用します。ポリ塩化ビニールはアクリルほどデリケートではないので丸ノコでカットします。溝 3mm に対してポリ塩化ビニールは 2mm なので、後ほどコーキングで固定するつもりです。素材が揃ったので窓を組み立てていきます。窓材を枠で挟み込み、コーナークランプで固定してビス締めします。同様に側面の窓も組み立てていきます。サイズと窓材が違うだけで基本的に同じ工程になります。最後にドアを作っていきます。まず外枠を固定し、中央に取っ手をつける部分を用意します。枠は 30mm×40mm 材、取っ手部分は 2x4 材を使用しました。枠が完成したら断熱材をはめていきます。
これまでの余りをパズルのようにはめて無駄なく使い切りました。ドアの表面は前面で使用した 4mm 合板の余りを使用します。詳細なカットは後回しで、まずはざっくり2分割します。合板だけだと味気ないので、外側はノジ板でヘリンボーン柄にします。ヘリンボーンは初めての DIY でテーブルを作った思い入れのある模様です。十分賄える枚数があったので、表面をバーナーで焼いていきます。枚数は多かったですが、一枚一枚いろんな模様があって楽しく焼けました。次に焼いた杉の表面を磨いて炭化した部分を取り除きます。これでサラサラした表面といい感じの焦げ色になります。いわゆる焼き杉は表面の炭化した層で防水するので、今回は炙り杉くらいになります。炙ったり濡らしたりで反りが発生するので、しっかり乾かします。このヘリンボーン柄を貼っている最中の徐々に出来上がっていく感じが大好きです。ボンドで合板に貼り付けたら重しを乗せて接着します。あとはドアの枠に合わせてカットして枠に貼り付ければ完成です。さすがにドアが熱くなるので、内側は合板だけにしました。外側のヘリンボーン柄は想像以上によくできたので大満足です。次回は窓とドアをシェルに取り付けていきます。軽トラの目星もつき、完成まで本当に間もなくです。それではまた。